スタジオバリアウイルスです。今日はね、熱帯雨林植物についてお話ししたいと思います。これです。はい、これ雨林植物のベゴニアって言います。地味なんですけどね、雨林植物毛が生えてるんですけど、映るかな、わからないかな。ピンクの毛が生えてるんですね。なので角度によってはピンクっぽく見えたり、緑に見えたり青く見えたりする素敵な植物なんですけど、こういった植物を、総称して雨林植物って言います。これはベゴニアです。雨林植物のベゴニアです。これを育てて増やして、その子株をパルダリウムに素材として使います。このベゴニアはどこで採取されたかというと、東南アジアの熱帯雨林の森の中で採取されました。で、今日はその熱帯雨林についてちょっとお話ししたいと思います。それでは行ってみましょう。いやー、やばいっすね。やばくないですか、この映像。めっちゃ苦労しました、この映像を入手するのに。全部フリー素材なんですけどね、すごいな。今こんな素材があるとは、こんな素材が無料で手に入るとは思わなかったです。やばくないですか。これがいわゆる熱帯雨林、ジャングルってやつですよ。で、このジャングルに生えてる草がパルダリウムに使えるんですけど、こういう水辺に生えてたり、あとは湿度の高い、場所に雨林植物が存在するんですよ。こういうジャングルってさっきの映像に映ってたような感じ、これ、こんな感じでめちゃくちゃ樹木の樹高、木の高さですねが高いんですよ。一番高いので50メートルぐらいまで成長する木もあったりして、でその一番高いのは50メートルなんですけど、それより低い木30メートルとかそういうクラスの木が生えてて、でまたその下に20メートル級の、木が生えてて、でその下にまた10メートル級の木が生えてたり、5メートルだったり3メートルだったりっていう風にどんどんその低い木が生えてるんですけど、もちろんその高い木から低い木まで葉っぱを生やしてるじゃないですか。なので葉っぱ同士が重なるんですよ。なのでその太陽光をどんどん下に行くほど遮っていくんですね、葉っぱが。でこの森、このジャングルの地面の部分にまで行くとほとんどの光が入ってこないんですよ。暗いんですよ。地面付近は本当に暗くて、でこの地面に生えてるのがパルダリウムで使う雨林植物です。なのでパルダリウムで使うこの雨林植物っていうのは光量がそれほどいらないんです。ちょっと明るめの部屋やったら育つ植物が多いです。で熱帯雨林っていうのはね、多湿環境なのでケースに入れて湿度を保ってやる、そういった育て方をしてやるんですね。そう言われると難しい気がするじゃないですか。
実は逆で簡単なんですよ。それなぜかっていうと、ケースの中で密閉に近い状態にしてやるので、水分がなかなか外に出ないんですね。なので水やりをそんなにしなくていいんですよ。園芸種とかやったら毎日しないといけない植物とかあるんですけど、安定した環境であれば3日に1回ぐらい水をやれば健康に育てることができます。なので意外と簡単なんですよ。それが、パルダリウムで使う雨林植物です。はい。はい。今日は、熱帯雨林に生えている雨林植物のお話をさせてもらいました。パルダリウムに興味を持っていただけたら、嬉しいですね。あとは何かね、これはどうしたらいいのかとか、ご質問等あれば、コメント欄でお待ちしております。今日はここまでですけども、雨林植物についてまだまだ話し足りないことがたくさんありますので、次回になるかわからないんですけど、また、機会があればやりたいと思います。それではまたのご視聴よろしくお願いいたします。それではさようなら。